はじめまして、ここは日本語下手のルーシーです。最近リリースされたガンダムカードゲームベータエディションリミテッドボックスセットとは、ガンダムウォー、ガンダムウォーネクシア、ガンダムクロスウォーとクルセイドの長い歴史を受け継ぐ新たなガンダムカードゲーム、懐かしき思い出を想起す新たなつながりを生み出すために発売後は4ボックス購入しました。感想として、今回の設計はクロスウォーよりほんの少し良くなりました。現在、バンダイのカードゲームラインナップの中では、操作性は一番低く、拡張性も貧弱と思います。ゲームとしてはシンプルしすぎ、プレイ時間を縮むため、ブロックできない以上、差別化するためにカウンターも使わなくなりました。リソースシステムを通して、1ターンにプレイできるカードの数を制限しましたが、EX ドローシステムがないと、種殺の数は他の現代カードゲームに追いつきません。ダブル制限の下ではプレイフィールド上にユニット数が少なくなります。ユニット数が少ないので、戦争感や戦略性が感じられません。短くなされた試合の長さにより、勝負は目安として10ターン以内に決まります。序盤のリソースは厳しいので、7ターンまでに2コストのコマンドカードをプレイする機会が少なく、ほとんどの価値はトリガーにだけにあります。コマンドキャラクターカードは良いデザインですが、カードデザインとしては欠けたと思います。カードゲームに慣れていないプレイヤーには分かりづらい。コミュニティ内で6、7人から次のような質問を受けたことがありました。どの部分がコマンドカードの効果ですか？どの部分がキャラクターカードなのか、区分けが明確ではありませんでした。ユニットが攻撃を行えるかどうかは直感的に判断できませんし、ユニットはアクティブ状態でプレイされたが、攻撃宣言できません。プレイヤーたちは複雑な処理を行った後、誤ってプレイされたばかりなユニットを攻撃宣言する場合は結構ありました。実際として、ガンダムとの関連性も見えません。確かにカードでは地球や宇宙などを記載されましたが、関連しているルールは存在しません。ただモノマネの飾り、宇宙ユニットのボールは地球の学校を攻撃できるし、変形機体はフォームチェンジなど能力がありません。単純に変形前、変形後をそれぞれ別のカードとして扱います。アニメや世界観の再現は感じしません。ダメージ計算のバランスがよく設計されていないと思います。例えばレベル6ユニットはレベル3ユニット2体の攻撃が耐えられなく、ほとんどの場合、相殺します。リンクユニットを特攻ミサイルとして使う遊び方、本当にこれを面白いと思う人がいるとでも、結果として、修理効果の活用も難しくなりました。白い限定のブロッカー。白を混ぜないと基本アクションが一つ減ってしまいます。ゲームとしては退屈になります。これは非常に悪いデザインと思います。まるで何かを失ったみたいです。辛辣な批判はここまでにしましょう。これからは不細な自分からいくつか提案をさせていただきます。あんな高価なボックスセットを売ったからは、一からやり直すのは難しいだろうと思います。ですので、できるだけ既存している遊び方を添削を行います。プレイフィールドの修正。シールドエリアをマップの中央に移動。マップを3分割し、左に地球、右に宇宙、後ろに準備エリアを配置します。エリアを明確的に分けると、新意と古いユニットを間違える可能性は減られるでしょう。未来の拡張性も増えられる。カード効果もエリア全体として対象できる。ドローフェーズ。ユニ狩りのデザインを学ぶ。ドローフェーズにカードを引いた後、3コストで EX ドロー1を行えるようにすると、リソースが多すぎて何もできない時に感じる無力感を軽減できます。派遣フェーズの追加。準備エリアのユニットを戦闘エリアに移動する。その後、戦闘エリアのユニットを準備エリアに戻す。メインフェーズ。通常ユニットは視察からプレイされ、準備エリアに配置されます。戦闘エリア内のユニット数ではなく、準備エリア内の最大マス数を制限します。ある程度にターンキルを防ぎ、複数のマスを占めるユニットをデザインすることも可能です。専用パイロットが乗れば、即座に戦闘エリアに出撃できるガンダムの出撃シーンを再現します。戦闘フェーズ。ブロッカーの効果修正。ブロッカー、起動、アクション、レストにすることでアタック先をこのユニットにする。ユニットを横に置いた後、相手のシールドか同じエリアのユニットに攻撃する。
シールドエリアに攻撃するとき、防衛プレイヤーはユニットを横に置いてブロックすることができる。ユニットに攻撃するとき、反応段階でブロッカーの効果を使って対象を変更する。ブロッカーの効果は反応段階で何度も使用できる。アクションステップ終了時、攻撃対象の機体が存在しない場合、前の対象に戻る。すべての対象が存在しない場合、ダメージステップには移行せずにバトル終了ステップに移行します。ベースカードをシールドエリアの左右に配置する司令部を移転したのと同様です。仮に宇宙ベースがプレイした場合、あのベースカードが破壊される前、または新しいベースカードがプレイされたまで、地球上の相手のユニットはシールドに攻撃できない。相手プレイヤーはターン開始時にユニットを待機エリアに戻しできる。次のターンで別の戦闘エリアに再配置するか、または、そのユニットをそのまま防衛用のために手残すもできる。過去の結論から、無制限の編成はバランスを崩しやすいことが分かっている。カード効果の設計だけでなく、強力すぎるカードは置き換えが難しく、プレイヤーのデッキ構成にも影響を与える。汎用化テーマシステムを導入する。カードをテーマカードと汎用カードの2種類に分ける。デッキ中のテーマの数で強度を制限する。マイセットは6から8個のテーマを導入し、各テーマのカードは約10枚。残りの15から20枚は無制限の汎用カード、あるいは9テーマの強化カード。一つテーマの範囲はストーリーの始まりから終わりまでを同じテーマとする必要はない。シードを例に挙げると、前期からアラスカ、アーキエンジェル、ザフトガンダムチーム、砂漠の虎、オーバーン解放戦争中期、オーバーン&アーキエンジェル、地球連合、後期から三国同盟、三国同盟、ザフト、地球連合。まとめ。もともとガンダムファンや TCG プレイヤーの年齢層は高く、コアプレイヤーは25歳から40歳までの間です。存在しない若年層を引きつけるためにゲーム性を過度に削減すると、コアユーザーの体をすり減らし、自分のブランドに対する信頼を失墜させるだけです。最終的にはコアユーザーも去り、製品のライフサイクルが終わることになるでしょう。顧客層を拡大するためには、一般の人々が簡単に理解できるようにゲームを単純化することが必要です。ゲーム内の行動や選択肢を減らすのではなく、長い文章をシンプルなマークに変える。効果の区別を明確にする。カードパックの価格を低くするなどの方法があります。現在、最も若い客層は100円ショップで売られているカードシリーズで、1パック100円で販売されています。時間がなく、深く考えない人々は、ゲームが盛り上がると自然と流れてくるでしょう。そうでなければ、市場には彼らを待つより人気のあるモバイルゲームがたくさんあります。プレイヤーを理解力の低い子供扱いしないでください。現在ガンダムカードゲームをプレイする人々は、ガンダムのかっこいいシーンが好きだったり、ガンプラの制作が好きだったりします。特にショート、単動画の時代の視聴者は、ユニットのかっこいい変形登場が好きです。シード映画での複数の敵に対する同時攻撃、敵の攻撃を回避する回転、モビルスーツ間のアクションシーン、巨大な質量兵器の大爆発などが人気です。一方、古参のファンは招待間の連携を好みます。かっこよく美しいカードのイラストだけでなく、これらの要素をカードゲームでどのように再現するかが、制作側の一番重要な課題です。そして最後に、マルチプレイ用に設計されているようです。したがって、ストーリーバトルチャレンジも含まれる可能性があります。あの恐ろしいお姿。ソロモンが焼かれている。緑の巨大な悪魔の影。新レイドバトルボックスセット発売予定。ソロモン攻略戦。3から5人プレイヤー対非対称レイドボス。発売日。2038年12月6日日曜日。希望小売価格9900円。完全予約生産限定。セット内容。特製プレイシート1枚。新レジェンドレア8枚。全2種。レイドボスデッキ80枚。レイドボスデッキのカードは普段の対戦地では使用できません。新レイド戦大会開催予定。開催場所。全国公認店舗。開催期間。2038年12月12日土曜日。
2039年1月下旬。参加記念碑。プロモーションカード1枚。レイドクリア商品。プロモーションカード1枚。イベント参加方法。当イベントへのご参加は、バンダイ TCG タスより事前応募が必要となります。